こんにちは、テイスティージャパンプロデューサーのさきです。今日は私の思い入れのあるレシピ2つご紹介したいと思います。私は広島出身なんですけれども、ぜひテイスティーでは広島のお好み焼きをビデオで撮りたいなと思ったので、こちらを撮ったんですけれども、緩めに作った生地をクレープのように広げていくんですけれども、またこれが綺麗な丸に広げるのがすごい難しいんですよね。私も子供の時自分で作ったり、テイスティーのビデオでも丸くこう広げていってるんですけれども、実は何回か失敗して撮り直しています。私は本当幼少の時から週末父がよくお昼にお好み焼きを焼いてくれていまして、本当に毎週作ってくれるもんなんで、なんかもう正直飽きちゃったよっていう風なところが学生時代はあったんですが、東京に上京してきてふとなんかお父さんの懐かしいお好み焼きが食べたいなっていう風に思うこともあり、時々自分で作ってました。広島のお好み焼きの特徴は重ね焼きをすることかなと思っています。幼少の頃はここに焼いた餅とかイカ天とかを入れて食べるのが大好きでした。このビデオを作った後に母に言われたんですが、広島のお好み焼きっていうのはそんなにマヨネーズとか鰹節をたくさんかけないそうなんですが、私はこの美味しさを動画で感じてほしかったので、マヨネーズをピューッとかけるところと鰹節がこう踊っているところを表現してしまったんですが、ぜひ皆様自分の好きなトッピングで試していただければと思います。次のレシピはふわふわ卵のオムライスです。ちょうどこのビデオを作るぐらいの時期に SNS でふわふわのプルンとしたようなフランスのオムレツがすごく流行っていたので、どうせだったらご飯と一緒に食べてお腹にずっしりくるものが食べたいなというふうに思ったので、そのふわふわの卵の中にチキンライスを入れてみたいなというふうに思いました。心なしか赤玉の方がよく泡立つ気がするんですけれども、本当にもうちょっとふわふわにしたかったのにっていう方がいらっしゃるんだったら、本当卵白と卵黄を分けて、卵白の方先にメレンゲを作ってから混ぜ合わせていただくと、さらにしっかりしたふわふわ感を出すことができると思いますので、お好きな方法でやっていただけると嬉しいなと思います。朝ごはんにすごくぴったりだと思いますし、すごい黄色が鮮やかなオムライスになっているので、素敵な朝のスタートを始められるかなと思います。お好み焼き以外にも他のご当地グルメ、こういったレシピ欲しいなっていうものがあったらリクエストお待ちしております。